はい、皆さん、こんにちは。クエスタの小倉です。今日はですね、平成31年神愛女子高校の過去問を使って、関数のね、ちょっと応用問題の解説をしていきたいと思います。はい、問題を見る前に、いくつか頭に入れておいてほしいことがあります。まず、どうやったら何が求まるのかっていうことですね。まず一つは、直線の式は、2点の座標が分かれば、求まります。または、比例定数と1点の座標だけでも、これは直線の式は求めることができます。それから、2つの関数の、交点の座標も、これも、連立方程式を、解くことで、求めることができます。あと、2点間の中点は、この2点の x 座標、y 座標を足して2で割った点、これが、中点になるというふうに考えることができます。で、これは数学の関数に限らず、数学一般について言えることなんですけど、未知数の数だけ、等式があれば、その未知数を求めることができるという原則です。だから例えば、ね、不明な文字が1個だけだったら、等式1個作ればもう解けるということです。はい。点が等しいとか、面積が、等しいとか、その図形の性質を使ってくるパターンですね。図形の性質を使ってくるパターンでは、どれか1点を一旦文字で置いてみるという方法が有効な場合が多いです。なぜかというと、性質の決まってる図形なんて、例えば、この関数のグラフ上で正方形と言ったら、この上下の点の x 座標は同じっていうのはわかりますし、この左右の点、これの y 座標が同じっていうのはわかるわけです。こんな風に図形の性質を使って他の点の座標も、簡単にわかるということがあるので、この図形の性質に絡めてきているような、こういう問題でまず、どれか1個の座標の、x 座標を、文字で置いてみる。y 座標を求めなさいという問題だったら、y 座標を文字で置いてみる。とにかく何か1個、文字を決めて、で、それで別の点を、表してみるということを、まず考えてください。はい。では、実際の問題の方を見ていきましょう。図のように2つの関数 y イコール ax 以上、x 大なりイコール0、と y イコール x 分の4、x 大なり0、のグラフは点 A、に B で交わっている。また、丸2のグラフ上に点 B を取り、点 B と x 座標が等しい x 軸上の点を C とする。次の問題に答えよ。括弧1、A、B の値を求めよ。A、B の値を求めよということで、先ほど言いましたが、これ文字が1個であれば、この等式を1個作るだけで答えが求まるということを、先ほど話しました。で、この問題でも、この y イコール x 分の4という、このグラフの式が、一つ分かっていて、この点 A の x 座標が分かっている。この状態から、ね、A を求めるわけですけど、これ x 座標が分かっているので、この x と A だけの式であれば、これ文字1個減らせるんで、それでもう、未知数1個に対して1個の等式ができます。で、等式っていうのは等しい関係を利用すればできるんで、この中で、この等しい、確実に等しいと言えるものはどこかなと、考えると、ここですね。ここの、x と y の、値っていうのは必ず同じになるわけです。で、この式、関数の式が、グラフの式がこの y イコールの形で与えられているんで、これ、そのままつなげてしまえばいいですね。で、x の座標が2ということは分かっているので、この x に初めから2を入れてあげる。はい。ということで、x 分の4イコール、ax2 乗。ここに x イコール2を代入します。そうすると、2分の4イコール 0×2 の2乗ということになるので、4a イコール2で、a イコール2分の1。はい、あっという間でしたね。で、これ A の
値が、これが分かれば、y イコール2分の 1x 乗ということなんで、今度は、この式に、この x 座標の2を入れてあげれば、y 座標が出てくる。で、y 座標の b が出てくるということなんで、b イコール y イコール2分の 1x 以上に x イコール2、y イコール b を代入します。そうすると、b イコール2分の1、L2 乗ということね。b イコール2と。はい。次の問題。三角形 OBC の面積は、点 B の座標に関係なく一定である。その面積を求め、一定である理由を説明せよ。親切なことにこれ面積が一定だよって教えてくれてますね。この問題ね。この問題の前にちょっと一旦この B と C をちょっと適当な位置に書いて、イメージをちょっとつかみやすくしてみましょう。点 B はこの丸2のグラフ上のどこかにあって、点 B と x 座標が等しい x 軸上の点を C とするということなので、点 B がここだとすると、C の位置はここ。で、x 座標が等しいということなので、この B から X 軸上に引いた垂線ということになります。で、三角形 OBC ということなので、こんな感じの直角三角形になります。三角形 OBC の面積というのは、CO×BC×2 分の1で、求めることができます。で、この OC というのは、この C の点 C の X 座標。で、この BC というのは、点 B の Y 座標が、これがそのまま、CO と BC になります。ということなので、この部分というのは、この丸2のこの関数上における x×y ということになります。はい。で、ここで、皆さん覚えているでしょうか、これ反比例のグラフです。反比例のこの x と y にはどんな関係がありましたか？そうです。反比例のグラフでは x と y の積が常に一定になる、というのがありました。ということなんで、この CO×BC は常に、一定の値になります。CO×BC が一定の値になるので、それに2分の1をかけた三角形 OBC の面積も一定になると、こういう理屈です。はい。今はちょっと説明書くところは省略して、次行きます。説明はね、ちょっと一回自分で書いてみてください。はい、過去3いきます。点 B の x 座標が8の時、三角形 OAB の面積を求めよう。点 B の x 座標が8。で、これは y イコール x 分の4の、曲線上にありますので、y 座標はこれは1分の4で、これは2分の1ね。はい。三角形 OAB の面積を求めなさいということですけど、この状態だと、底辺いくつ、高さいくつというのがわかりません。でそこで、この AB を延長して、この X 軸との交点を、D ときます。こうすると、三角形、OAD、ここの面積から三角形 OAB を求めることができます。はい。ということなんで、この点 D の座標、これが分かれば、もうこの問題は解けたも同然ですね。そこで、点 D のこの座標がどうなるかを考えます。まともに、やる方法と、一瞬で分かる方法があるんですが、まず先にちょっとまともな、やり方の方で説明をします。これ点 D の座標を求めるには、この D が0というのが分かっているので、この直線AD、これの、式が分かれば、点 D の X 座標がいくつかというのが分かります。はい。ということで、直線 AD の式がどうなるか。ね。直線の式の求め方で、傾きが A で、PQ を通る、直線の式の求め方、覚えてますでしょうか？y イコール A カッコ X マイナス P カッコ閉じプラス Q で求めることができます。傾きはx が2から8に増えていて、y は2から2分の1に減っていることで、傾きは8マイナス2分の1マイナス、これで計算をすると6分の2分の1で
12分の1マイナス4からマイナス4分の1。傾きがマイナス4分の1で22を通りますので、y イコールマイナス4分の1カーコ閉じ x マイナス2、プラス2で、y イコールマイナス4分の1。x プラス2分の1プラス2で、マイナス4分の 1x プラス2分の5と。で、この y イコールマイナス4分の 1x プラス2分の5。これに、y イコール0を代入します。そうすると、マイナス4分の 1x プラス5イコール0。マイナス4分の 1x。これマイナス2分の 5。x イコール10ということなので、この点 D の座標が、10、0というのがわかります。で、ちなみにもっと簡単にこの座標を求める方法が実はございます。実は、これ AD の直線の式を求める、までもなく、反比例のこの双曲線の、2点を結んだ直線。それが X 軸で、交わる点の座標、Y 軸で交わる点の座標というのは簡単に求めることができます。双曲線の、2点、X1、Y1、2y2 を、結んだ直線。これが X 軸と、交わる点の座標は、この2点の X 座標を足すだけで OK です。で、Y 軸の方も、この Y 座標の2点を足すだけで、求めることができます。はい。ということなんで、この図ではこの2点 AB を結んで、それをこう延長した直線。これが X 軸と交わる点の座標というのは、この2点の X 座標を足した、10が X 座標になるということで、10、0というふうに簡単に求めることができます。はい。で、あとは面積を求めるだけですね。面積を、求めるときもやり方が2つあります。1つは、三角形 OAD から三角形 OBD の面積を、引くというやり方。で、もう1つは三角形 OAD とOAB の比を使って求めるというやり方、どっちもできます。ただね、三角形引き算して求めるやり方、皆さん簡単にできると思いますので、比を使ったやり方でやってみたいと思います。ちなみにこの比を使った、やり方ができると、題を解くときに、結構かなり計算が楽になるというパターンが、実はこうあり、三角形の一つの頂点、ここを通って、他の辺を M 対 M に分けるときの、面積比は M 対 N になるという決まりがありました。ということなので、この三角形 OAB と三角形 OBD、それと三角形 OAD の比というのは、三角形 OAB が、ここの y 座標が2で、ここの y 座標が2分の1なので、この AB の部分の、ということなので、2マイナス2分の1。で、三角形 OBD が2分の1。で、三角形 OAD が、2マイナス2分の1と2分の1を合わせたのが、これ三角形 OAD の2と。はい。ということなので、2分の3対2分の1対2だから、結構、3対1対4という風になります。はい。ということで、三角形 OAD が、これが 10×2×2 分の1で、10なので、三角形 OAB の面積は、10×4 分の3で、2分の15と。はい。ということで、ちょっと比を使った求め方でやってみました。もちろんこの OAD の面積から OBD の面積を引いて求めるというやり方でも、OK です。はい。では、次、括弧4の問題。括弧4がこれ実は結構なかなか、難しいなという感じの問題なんですが、まずちょっと問題のね、条件を整理していきましょう。直線 AB と X 軸の交点を D、Y 軸との交点を E とする。先ほどの D はこのまんまでいいですが、今度はここまで伸ばして、Y 軸との交点が E。
そして、三角形 OAB の面積が三角形 OD の面積の3分の1倍となる。で、点 B の座標をすべて求めよう。はい。この三角形 OAB の面積が三角形 ODE の面積の3分の1倍という、条件。こういう条件が、出てきたときは、この求める座標を、文字で置いて、この関係を使って等式を求めるっていうやり方が、基本になります。この問題に限らず、この図形のこの面積の、比だったり、あとはどの辺とどの辺が等しいというような形で、図形の面積とか、図形の性質などで、こう条件が与えられている場合というのは、ほぼほぼこの、求める座標を、文字で置いて、で、式を立ててあげるというやり方で、ほとんどの問題は解くことができます。はい。で、この問題も、同じパターンです。はい。で、あと、ここ点 B の座標をすべて求めようとあります。すべて求めようというふうに、書いてあって、答えが一つっていうことは、入試ではないです。クレームになるので、すべて求めようって言われてる時点で、答えはだいたい二つ以上はあるなというふうに考えてください。その二つっていうのは、どういうことかというのを考えます。で、これ点 B がこの丸2のこの双曲線のグラフ上にあるという風にしか決まっていないので、点 B のこの X 座標が2よりも小さいときは、こっち側に B があることになります。だからこっち側に B があるときと、こっち側に B があるときの、この2パターンの答えが求められているんだなというのが、この問題文でわかります。はい。では、セオリー通りに、求める座標を文字で置いて解いていきましょう。この点 B の X 座標を、何でも好きな文字で、ちょっと X と Y は避けて、適当な文字で置きます。今回は点 B の X 座標を P と置きます。点 B の X 座標 P と置くと Y イコール X 分の4の双曲線上にありますので、Y 座標は P 分の4になります。で、先ほどお伝えしたこの双曲線の2点を結ぶ直線が X 軸や Y 軸と交わる点、これを簡単に求めるやり方。先ほどお伝えしたやつを使って、この点 D の X 座標は、A の X 座標と B の X 座標を足したのはこれ D の X 座標になるので、D の X 座標はこれで P プラス2で、Y 座標が0。で、E の、X 座標は0で、Y 座標はこの2と P 分の4を足した2プラス P 分の4ということがわかります。ここまで来たら、あとは、この面積の関係を使って等式を立てるだけです。これね、まともにこの、面積をこの底辺かける、高さで、これ文字の式で表して、引き算してってやってもいいんですけど、それだとこれかなり計算がややこしくて大変なことになるので、先ほども少し触れた、この面積、辺の比と面積比の関係を使って、式を立てていきたいと思います。まずこの三角形 OAB の面積というのは三角形 OEB の面積を A の X 座標が2、B の X 座標が P なので、OEB の面積を2対 P-2 に分けるということなので、三角形 OAB の面積というのは三角形 OEB に対して A の X 座標が2で B の X 座標が P なので、三角形 OAB の面積というのは三角形 OEB の、これの P 分の、P-2 で、三角形 OEB の面積というのは、三角形 OED の面積。これの、D の X 座標が、P プラスで、B の X 座標が P なので、OED の面積の
P プラス2分の P となります。ということなので、三角形 OAB の面積というのは、三角形 OED の面積かける P プラス2分の P かける P 分の P マイナス2。で、三角形 OED かける P プラス分の P マイナス2。で、三角形 OAB が三角形 OED のこれの3分の1なので、三角形ける P プラス2分の P マイナスイコール三角形 OE ける3分の1。で、そうすると P プラス2分の P マイナス2イコール3分の1。これを整理して解いていくと 3×P マイナス2イコール P プラス2。3マイナス6イコール P プラス2。だから、P イコール4。これで B の X 座標が求まりました。で、B の X 座標が4なので、B の Y 座標は P 分の4ということで、1になります。だから、この点 B が、こっち側にある時のこの点 B の座標というのは4、1というふうになります。ね。この P が2より大きいときはこうなります。はい。では、もう一パターン。じゃあ P が2より小さいときにどうなるかというのを考えてみます。P が2より小さいときも実はそんなに変わります。で、同じように P の X 座標を P と置くと、Y 座標は P 分の4。そして、AB を結んだ直線が Y 軸で交わる点の座標は0、2プラス P 分の4。で、D は P プラス2、0。ということで、まあ、これ、座標のこの表し方は一緒です。この B の位置が変わっていますので、この比を使って、この面積の関係を表していくときの、表し方がちょっと微妙に違っています。P が、2より小さいとき、先ほどと同じように、三角 OAB、三角形 OEA のこっちが、A の X 座標が2で、B の X 座標が P なので、2分の P。で、三角形 OEA、これが三角形 OED、これの D の X 座標が P プラス2で、A の座標が2なので、P プラス2分の2ということなので、三角形 OAB というのは三角形 OED の P プラス2分の2かける2分の P だから、三角形 OED かける P プラス2分の P。で、三角形 OAB イコール三角形 OED かける、3分の1だから、三角形 OED かける、P プラス2分の P イコール三角形 OED かける3分の1。両面三角形 OED の面積で割って P プラス2分の P イコール3分の1。これを整理して、P プラス2イコール3、マイナス 2P イコールマイナス2で、P イコール1。で、X 座標が1ということなので、Y 座標は P 分の4、4ということになります。はい。ということで、4、1と1、4の、この2つが答えになります。はい、まあ、ちょっとね、この問題、括弧4はちょっと難しいなと思うんですけど、でもただ、等式さえ作れれば、もうそれであなたの勝ちなので、この面積がね、どんだけとか、どの辺とどの辺が等しいっていう形で、条件が与えられていたら、座標を文字で置いて式を立てるという、もうそれさえできれば解けますので、はい。まあ、この問題も、比を使って解きましたけど、もちろんこれ、面積の、引き算で、やって、で、この面積をこうまともに求めて、それで等式を作っても、
一応解けます。だいぶ計算は複雑になりますけど。はい。ということなんで、とにかく、この面積の大きさとか、辺の長さが何倍とか、どの辺とどの辺が等しいとか、そういう形で、図形の性質とか、その図形の、面積や辺の長さなんかでこう条件が与えられているときは、座標を文字で置いて、等式を立てる。これで、攻略ができる。はい。ということで、平成31年の仁愛女子高校の数学、大問4の解説でした。はい。ちょっとね、難しく感じるかもしれませんけど、もうとにかくもう、法院でも何でも、もう等式を作れれば、もうそれで、解けるので、頑張って、ね、ちょっとこう、ってなっちゃうと思うんですけど、とにかくもう、等式が立てられればいいんだということで、難しい問題でもちょっと頑張って、にしてください。はい。はい。ということで、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。